こんにちは、ただ服を作るの泉です。今回は以前この動画で紹介したお友達からのオーダーシャツを作っていきたいと思います。で、元にするパターンはこのボンポンさんの何歳でもおしゃれを楽しめる手作り服という本の中の1番ベーシックシャツのパターンと作り方をベースにして作っていきます。で、今回は袖口の部分を作っていこうと思います。で、この本の中のシャツのパターンとか作り方は全てこれと同じ作り方で解説されているので、もしこの本の中でシャツを作りたいなと思っている方は今回の動画を見ながらカフス袖口の部分を作っていってみてください。ケンボロ開きみたいに難しい作りではなくて、とても簡単な作り方で解説されていますのでおすすめです。それでは早速始めたいと思います。スタート。はい、今回作っていく袖ですが、もう片方は完成してます。こんな感じで、この袖口の部分は難しい作りではなくってとても簡単な作り方でできるんですけど、仕上がりは綺麗にできるので初心者の方もおすすめかなと思います。この袖口の部分をメインに紹介していきたいと思います。まず最初に袖だけで形を作っていきたいと思います。この両サイドにはロックミシンをかけておいてあげてください。で、注意するところはこの縫い代がカックンと飛び出ている方、こちら側が前側の袖、前身ごろの方につく袖で、こっち側の方が後ろ身ごろの方につく袖です。最初に生地の表裏が分からなくならないように印をつけといてあげると、この袖をつける時にも楽かなと思います。そう、ここのねカックンとなっているところはロックミシンどうやってかけるのかなっていう感じなんですけど、針を一度上に上げて、でこうやってセットしてあげると、こっち側にこのカックンと飛び出たところがあって、そのちょうどカックンが終わったところ、ここに針をセットすることができるので、ここからロックミシンをかけてあげれば OK ですね。で、反対側の袖はおそらく同じようにはできなくなっていて、こうやってダダダダダダと縫ってきたら、こういう風に飛び出している状態じゃなくって、ちょっとこう引っ張ってあげるとここがまっすぐになるので、それで縫っていってみてください。ロックミシンがかけられたらタックの部分を折っていきます。この袖の後ろ側の方のタックの印のところでつまんであげて、で前の方の袖に持っていく。でもう一個の印に揃えてあげます。こんな感じで、ここが開かないようにミシンで留めておきましょう。タックが折れたら、ここのカックンと飛び出ているここのところを作っていきます。ここの出来上がりの線、ここで一度折ります。だから2センチで折る。で2センチで折ったら一度開いて1センチで折ります。そうするとこんな感じになりますね。で、ここにステッチを入れて留めていきます。で、こんな感じで今の部分が縫えたら、この袖と身ごろを中表に合わせて袖山の部分を縫い合わせます。袖山ね、なかなか縫い合わせるの難しいんですよね。一応袖を縫うポイントみたいな動画もここで紹介しているので、是非見てみてください。いきましょう。1回で綺麗につけられるかどうか、いざ勝負。さあどうでしょうか。大丈夫かな。ちっちゃいタックに、ね、なってしまったりすることがあるんですけど OK です。やったー。そしたらここの部分にロックミシンをかけます。
そしたら今回袖の縫い代は身ごろの方に倒すので、アイロンをかけて縫い代を倒してあげてください。縫い代がしっかり身ごろの方に倒れたら、今の袖の縫い代をステッチで留めていきます。袖山が縫えたら、普段ならここで袖口からダーッと袖下を縫って脇を通って裾まで一気に縫っていくんですけど、今回の袖口の作り方は袖口の部分は縫いません。で、さっきの縫い代を三つ折りに折ったあき止まりの部分から縫って、で裾やあき止まり、今回私の場合は裾に空きがあるので、ここのあき止まりまでを一気に縫っていきますね。袖口の空きの部分までミシンで縫えたら、次に一度袖口の後ろ側、最初に三つ折りにしてステッチをかけた方が前側の袖なので、そうじゃないロックミシンがかかっている方の縫い代をこんな感じで1センチで折ります。で、ここの際に空き止まりの部分までステッチをかけて留めていきます。はい、こんな感じで両方ともステッチがかけられたら、今度はこの袖の縫い代は後ろ側に倒してアイロンをかけます。縫い代が倒れたら、ここがパカパカと開かないように、ここの部分にステッチをかけて留めてあげます。この袖口の前と後ろの方をきっちり揃えてからステッチで留めてあげてください。返し縫いをしてあげます。表から見るとこんな感じで、この袖の空きの部分がしっかり留まっていますね。これで OK です。そしたらいよいよカフスをつけていきましょう。そしたらまずカフスはカフスで形を作ってから袖口につけていきます。最初に表面で半分に折ってアイロンをかけます。で、一度開いて片方を 0.9 センチで折ってアイロンをかけておきます。こんな感じで、これを反対側に折って、でこの真ん中の折り目のところでこうやって折っておきますね。で、この両サイドを1センチで縫っていくんですけど、この上のところギリギリまで縫ってしまわないで、ここの部分は2針分ずつくらい手前までミシンで縫うようにします。こんな感じですね。反対側も同じようにしてください。そしたら表にこれを返していくんですけど、表に返す時にここの角の部分の縫い代だけカットしてあげます。ミシンの縫い目は切らないようにこんな感じでカットしてあげます。で、表に返します。で、最初にこの角のところに指を置いて、でひっくり返してあげると角がきれいに出やすいかな。形を整えてアイロンをかけておきましょう。そしたら袖とカフスを合体させていきます。これが袖口が上に向くようにして持ちます。これ表面が前に来てます。カフス、今作ったカフスをこんな風な感じになるように合わせて、で端から揃えてピンで留めてあげます。
もしこの長さを合わせる時に長さが合わなかったら、今回ここの袖口のところにタックがあるので、ここのタックの部分で微調整してあげれば問題ないかなと思います。こんな感じで揃えたら、ここの部分を縫い代1センチでぐるっと反対側のここの部分まで縫います。はい、こんな感じで縫えたら、この袖口のこの縫い代はこんな感じでカフスの方に倒してアイロンをかけます。でアイロンをかけたら、今度はここの縫い代をカフスの中に入れます。こうでこっちが袖の表なんですけど、裏の方、こっち側の方がちょっとこう飛び出ている感じ、表の方がこっちでちょっとへこんでて、こっちが裏側少し飛び出ている感じ、これで OK です。そしたらここの部分に、このカフスよりもこの身ごろの方にカフスの裏側のカフスの生地が来ているのを確認して、ピンでこうやって留めます。そうすると裏側にカフスも一緒に留まっていますね。そしたらこのカフスの方の際にステッチを入れます。生地が分厚くってなかなか進まない時があるので、そういう時には目打ちを使って一緒にこう奥に押してあげる、進むように手伝ってあげてください。でここまで来たら向きを変えてぐるっとカフスの周りにステッチを入れます。できたー。はい、という感じで今回はこの辺でおしまいにしたいと思います。次回は襟の部分を作っていきたいと思いますので、ぜひ一緒に作ってみてください。最後まで見ていただきありがとうございました。バイバイ。